これ。いいこと？暁の水平線に勝利を刻みなさい。ロイヤルネイビーエアクラフトキャリア HMS ビクトリアス。提督、おはよう。今日もお前と行こう。この海を。はい、こんにちは。タモン丸のカンコレタモン丸です。本日も、元気にね、カンコレやっていきたいと思います。いよいよ、今週の金曜日ですかね。全サーバーのメンテナンス、アップデートが完了して帰ってきた、鎮守府さんま祭りですね。この開催が予定されております。さらに、通常会期に加えて、限定会期のサンマも、サンマ漁も可能ということなので、十分、準備というかね、いろんな会期を攻略できるというのは楽しいサンマ祭りということで、今日はその前の段階になりますけども、クォータリー任務ですね。こちらの方をやっていきます。一つ目は沖ノ島沖。訂正ですね。沖ノ島海域迎撃戦。でもう一つが、空母戦力の投入による兵站戦戦闘哨戒ですね。こちらの2つの任務を今日はやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。空母級さん、こんばんは、お疲れ様です。空母級さん、こんばんはです。今日もゆっくりしていってね。それでは最初の編成はこちらでいきたいと思います。その前にビクトリアスのコメントを聞こうかな。私、準備は万全よ。問題ないわ。何かとてもいい匂い。少しオリエンタルな。これは醤油が焦げる香り？真珠風秋祭り？行きます。オリエンタルな醤油の香り、いいですね。美味しそうな感じがします。どうされますか？はい、最初がね、こちらの沖ノ島海域迎撃戦ですね。こちら2の4の海域になります。2回勝利を取って攻略完了ということになりますので、海域もちょっと難しい海域なので、何回か出撃しないとね、いけないと思いますので、戦力の方はもう万全のね、感じでいきます。とてもいい匂い。少しオリエンタルな。これは醤油が焦げる香り？真珠風秋祭り？行きます。行きます。受けたまわりましてよ。対鈴屋型航空巡洋艦熊野抜病しますわ。はい、今回は熊野艦隊で行きます。はい。メンバーは、ご覧の6名になります。そして装備はね、一応こんな感じで、組んでみました。はい、
一応このメンバーなら、まあ、道中がね、難しいんだよね。でも大丈夫でしょう。行きましょ従順熊野推薦いたします。う。鎮守府秋祭りか。もう秋。ひとひねりで黙らそしてねせてやりますわ。、期間限定イベントもこの後に控えているということですから、まあ、一応ね、ひとひねりで黙らせてやりまあ、ます資材の方はだいぶ回復はしてきてますけど、敵を見つけた。防気サイトがねまだ10万いってない状態なので、まあ前回のイベントでもかなり航空隊のね消耗が激しかったこともあって、残念だったね。まあ、道中、補給なんかもしていった感じで10万使ってましたから、まあ、実際にはねもっと防気サイトを消費していたような感じがして、そこが怖いですね。なので10万以上はね矢作が艦隊で一番なの。保有してイベントに臨めるようにしたいですけども、嬉しいものね。でもな、サンマリオもおろそかにはできないんだよ亡霊な。激戦が得意なら今日はいただいておくわ。よろしくね。ね、よろしくね。はい。それと、サンマリオもなんだか前段と後段があるようなね、ことを確か言ってたような、気がするな。まあ、運営さんのね、ツイートを見てると、ひとひねりで黙らせてやりますわ。開幕予定の鎮守府さんま祭りですけども、ひとひねりで黙らせてやりますわ。さんま祭りが終了次第、秋イベの前段作戦、さんま祭りで攻略済みであれば新たな攻略が不要。そしてさんま祭りの終了直後より間髪入れずに講談作戦回帰を実装、同講談作戦では新しい新刊物も実装予定ということで、イベントとさんま祭りが並行して行われるというね、今までにないことをやろうとしてるのでとても不安ですね。どっちに集中したらいいのかっていうことがね、とても難しくなってくる感じがします。この矢作が艦隊で一番なの？さんま祭りね、これはね、いつも貴重な装備とかね、くれるんで、おろそかにはできないんだよな。そしてですね、これは私が勝手にやることなんですけども、来月11月は一応ランカーを目指していこうかなと。もちろん500以内ですけども、ここをちょっと目標にしていこうかなと考えております。ですから普段よりもこれにちょっと力を入れてやろうかなと思ってますので、ここでそれを決意表明をしていこうかなと。できるだけイベントが始まる前にはね、だいたいもう順位を確定させておいた状態にしておかないとね、本来はね、イベントを攻略するっていうのが一番の目標なので、
つよ。撃つからね。そうなってくるとね、いろいろ資源の管理がね難しくなってくるけども、まあいいんじゃないかな。そういった目標を持ってやってみるのも。鋼の型を軽順と侮らないで。ひとひねりで黙らせてという感じで戦闘の方はよし、あとはとどめを刺すだけと。野戦、どこかのバカが好きでした。まあ勝手に熊の艦隊なんてね命名しましたけど、ちゃんとやってくれました。MVP、それは改装された真のレディのたしなみでもありますわ。ありがたくいただきますわ。はい、 MVP は、熊野でした。超ド級戦艦伊勢型の一番艦伊勢参ります。はい、でここで伊勢さんでしたね。艦隊が起動いたしましたわ。でこれで、1回攻略できたので、もう1回ね攻略すればいいんですけど、出撃の方はねまず一旦これで一番の一丁らを許すまじ。許すまじ。お風呂に直行だ。季節は秋ですのね。秋が深まってくるとなんか物悲しい気持ちになりますね。では、次からはもう一つのね空母戦力の投入による兵隊戦戦闘哨戒、こちらの方を攻略していきます。条件として、まあ正規空母がね、正規空母がいいのかな、軽空母、どちらかを一隻入れるんで、今回ビクトリアス、装甲空母だけど大丈夫だよね。もう入れていきます。最初はこちらの1の3ですね。編成は軽空母が2なんだけど、ビクトリアス使いたいんで、いいか。軽空母、あとは今回は駆逐艦にしちゃおうかな、残りは。そうしよう。今回はねビクトリアスが出るので、はい、こちらね。地中海戦隊第14駆逐戦隊抜病ジェナス出撃します。メディテラニアンフリートフラッグシップマキー・ジューベス出るわ。あとはどうしようかな。あとは駆逐艦レーベル1回す出撃するよ。出撃か了解。あと1人は共同駆逐艦タシュケント抜病。さあ同志行こうか。この6名でいきます。あとは装備をね整えていこうかな。手法はと。よし、これならかなりいい感じじゃない？いけそうよ。電炭使ってるな。そうよかった。あとは機銃も。よし、これなら。この J 型駆逐艦の子はね、
専用装備専用装備っていうのかな、こちらの小型手法なんですけどね、おそらく良さそう。これで行ってみましょ補正というかね、補正が入ってくると思うんですけど、今のところまだねう。ラッキー。特にないんですよね。反対にこっちのマックスたちが持ってるね、この単装砲は、まあわずかではありますけどね、補正が入ってるんで、使ってあげましょう。うん。若干ですけどね、いいね。性能が向上します。これは確かにいい装備ね。ランク助かるわ。あとはふーん。多種検討法はね、ちゃんと補正が入ってるんで、スパシーバ。使わない手がないですありね。がとう。バリショーエスパシーバ。あは、いいね。あとは電弾、広角砲積んどくかな。広角砲、まあね、前半回帰とは言ってもね、対空をおろそかにはできないんで、でも広角砲、そうか、駆逐艦積めないか。じゃあ機銃しかないか。マラジス、いいね。機銃で対抗しよう。機銃は何にしようかな。機銃。やはりボフォースになっちゃうな。スパシーバ。どうし？あとは見張りを積んで、確かこうだよね。よし。では、最初の、海上護衛作戦いきましょう。ファーストエアクラフトキャリースクワドロン HMS ビクトリアス出撃。各艦続きなさい。行きましょう。これが私のビクトリアスが、戦闘海域に出撃する初めての航海になります。ビクトリアススクワドロン発艦始め。連度は始め66。ます。近代化改修は対空以外は改修済みということなので大丈夫だ。敵艦を捕捉。攻撃開始。うらじゃあナスがちょっともらっちゃったけど、まあ大丈夫だね。これくらいならまだまだいける。そう、私が。ありがとう。受け取ろう。ビクトリアススクワドロン発艦始め。さあ始めます。行きなさい。敵艦発見。攻撃開始。シュート。外れた。シュート。これでどうだ。ここは問題なく戦闘はね終わりましたね。サンマ祭りの用意はね、やっぱりね、装備がものを言うそんなところですから、ありがとう。受け取ソナ
特にね、3式のソナーは、重要な装備となります酒井さね。ん、こんばんは。坂井田さん、こんばんはです。今日もゆっくりしていってね。よかった。正規空母入れるとそれる可能性があったんですけど、それずに来られましたね。あと1週間。ついに結婚、仮ですね。ビクトリアススクワドロン。早いですね。もう11月になりますね。ビクトリアススクワドロン発艦始め。さあ始めます。敵艦発見。結婚仮する子はね、やっぱり一番使う子になるので、私の場合は、飛竜が一番最初に結婚仮をした子なんですけど、ビクトリアススクワドロンシュート。本当に火力がね、高いので頼りになりますね。そう、私はありがとう。受け取ろう。私はビクトリアス。私はお前と共に。あんたが司令官ね。せいぜい頑張りなさい。はい、村君もよろしくね。オペレーションコンプリート。港に戻ったわ。艦載機の補充も助かる。ちょっと汚れちゃった。どうされますか？現在進行中の、作戦ですね。次は南西諸島防衛戦ですね。その間はちょっとね、間を空けないといけないから、2回帰国しといて、承りましたよ。対鈴谷型航空巡洋艦熊野、抜病しますわ。ごはんごはん。あら、提督。熊野に何かご用？あとね、防気サイトがね、99,000となってるんで、今週で10万は突破できそうですけど、あまりね、一気に増やすこともできないんで、地道に増やしていきたいですね。承りましたよ。対鈴谷型航空巡洋艦熊野、抜病しますわ。それでは2回目の沖ノ島海域に行きましょう。戦闘開始。ひとひねりで黙らせてやりますわ。矢作突撃する。アガヌガ島軽順と侮らないで。病原いっぱい。いけ。まずどれから押そうかな。ここは譲れない。
うん。MVP それは改装されたこれで白つゆがね、粘度が120になりましたね。いただきますわ。うん。ちょっと一番ではないけれど、また一つ強くなりました。さすがね。ひとひねりで黙らせてやりますわ。矢作突撃する。鋼の型を軽順と侮らないで。ない。残念だったね。うちの子にこれ以上攻撃しちゃいけないよ。ひとひねりで黙らせてやりますわ。この矢作が艦隊で一番なの？そうね。意外と嬉しいものね。不思議ね。名取と言います。でもご迷惑をおかけしないように。今日はいただいておくわ。頑張ります。はい、頑張りましょう。名取、浴衣姿も可愛いですよね。うん。ひとひねりで黙らせてやりますわ。ひとひねりで黙らせてやりますわ。矢作突撃する。鋼の型を軽順と侮らないで。撃つよ。撃つからね。この僕をここまで追い詰めるとはね。まあいいさ。山風が残念だったね。嫌だからね。いっけー。ガルルヒャー。おい。病原いっぱい。もうこれ以上うちの子に当てちゃダメだよ。どれから襲おうかな。緑ガルル。ここは譲れない。鋼の型を軽順と侮らないで。うん、あと3隻残ってるけど、ではとどめを刺しましょう。野戦どこかのバカが好きでしたわね。ガルルマイドリー。MVP それは改装された真のレディーのたしなみでもありますわ。ありがたくいただきますわ。あなたが提督？いいけど。石形戦艦2番艦ヒューガよ。一応覚えておいて。はい、ヒューガ師匠が来てくれましたね。さっきは伊勢だったし、順番かな。艦隊が起動いたしましたわ。なんかもういっぱいですわ。
結構ダメージ受けましたけど、ちょっと痛い。みんなに迷惑かけてるかな。今回はね、山風がきっと鳥か。この程度傷のうちにも入らないけど。他のこのね、攻撃を一身に受けて、ちょっとお風呂一緒に入る？まあ、被害が少なかったのかなという感じですね。艦隊司令部より入電。では最初にこちらの任務完了ですね。もらっていきましょう。燃料、弾薬、鋼材800、回収資材が5ということで、美味しい任務ですね。そして、給料管もゲットです。はい。で、ついでにこちらもゲットして、では続けて攻略していきましょう。あ、帰ってきちゃったか。秋が深まってくると、なんか物悲しい気持ちになりますね。遠征部隊帰ってきましたね。やっと作戦完了で艦隊祈祷か。遅えな。ちゃっちゃとやれよ。艦隊が祈祷したみたいな。うん、この弾のね、今のハロウィンモードも可愛いですよね。おそらくあさってのイベントじゃない、サンマ祭りが始まれば、ハロウィンがちょうど迎えることから見ることができなくなると思うんで、今のうちにね、堪能しておきたいですね。おう、もらっとくぜ。ありがとうにゃ。燃料の方は一応目標としては20万まではね、用意しておきたいとこではあるんですけど、今15万でなんで、このくらいかな。ロイヤルネイビー HMS ビクトリアス抜病する。これが浴衣ね。いいじゃない。この国のお姫様になった気分がするわ。余裕で勘違い？いいじゃない。このね、ビクトリアスが着てる浴衣もちょっと一見すると地味に見えるかもしれないんですけど、これを実はというかね、隋閣とか、隋法がね、明細してた貝の状態の時の明細がありますよね。あれと似たような明細を施した浴衣ということらしいですね。なので遠くから見ると空母ではなくて輸送船に見えるというね、そういった意味合いがあるようですけどね。では南西諸島防衛戦いきます。ファーストエアクラフトキャリースクワドロン HMS ビクトリアス出撃。各艦続きなさい。行きましょう。ビクトリアススクワドロン発艦始め。さあ始めます。行きなさい。ビクトリアススクワドロンシュート。さあ行こうか。よーし、いいぞ。敵艦を捕捉。よし。攻撃開始。私本当はちょっとしつこいのよね。そう、私がありがとう。
受け取ろう。私はビクトリアス。私はお前と共に。白雪です。よろしくお願いします。あ、すいません。ちょっと一回離席しますね。はい、戻りました。そうよかった。ビクトリアススクワドロン発艦始め。さあ始めます。行きなさい。敵艦を捕捉。攻撃開始。ほいや。私本当はちょっとしつこいのよ。飛んで。ビクトリアススクワドロンシュート。うら今度の、イベントの情報は全く今はない状態ですから、どこをどうね、強化したらいいかっていうのは本当にわからないんですけども、私が、ありがとう。受け取ろう。でも大体私はビね、クトリアス。用意しておくべきものはしておかないといけないので、私踏みつきっていう今、用意しているのが、魚雷ですね。4連装酸素魚雷の後期型がまたね、山風の任務でもらうことができましたので、この2つを、できればマックスにしておきたいんですけど、ビクトリアススクワドロン素材がちょっと足りないので、さあ1つは星8まで上げて、あともう1つは星6まで上げて、素材が集まり次第7か8くらいまでね、上げていこうかなと。魚雷はそれ以外は、数は大体揃っているので、もう心配いらないのかなという感じですね。あとは大型手法攻撃開始。の強化もね、しておかないといけないんですけど、ビクトリアススクワドロンシュート。こちらの場合は素材っていうよりもね、回収ネジが重すぎてなかなか刃が取ってないという状況ではありますので、アイオワ法ですね。こちらの手法をまず星6ないし7かな、星7くらいかな、まで上げておけば、ありがとう。あとは数ですね。私はビクトリアス。私はお前と共に。私の場合3本しか今持ってないんで、3本とも星6以上にはね、しておこうかなと思っております。一人前のレディーとして扱ってよね。そして次に重要なのが、オペレーションコンプリート。港に戻ったわ。3号砲でしょうね。中型砲ですと、この3号砲さえ記載しておけば、巡洋艦クラスはね、十分機能してくれるので、助かる。3号砲は今全部で何本だったかな。本当にね、初期からある
手法ですけど、今でも第一線。こちらですね。3号連想法。25本ってなってますけど、実際に回収終わってるのまだ9本。中途半端ですけどね。1回の戦闘で使うのであれば、6本ぐらいあれば十分なんですけど、最近だと結構、第1艦隊、第2艦隊両方巡洋艦入れちゃうんで、9本でも足りない時があったりしたりしたので、でも現状はそのくらいやればいいのかなと思っております。本当にね、初期から使っている装備でも今でも第一線で使えるっていうのはね、このカンコレのいいところだと思いますよ。もちろん新しい装備もね、使ってあげたいんだけど、回収するのが大変だ。超10センチ砲ちゃんは、どこだっけな。超10センチ砲ちゃんは、ね、この5連装酸素魚雷もね、初期からある装備ですけど、私は3本しか今持ってないんで、1つだけマックスにして、あとは星7でちょっと止まってる状態ですね。本当に、持ってる人はこれ、何本でも持ってるんで、本当怖い、怖いくらい持ってますからね。この手法もね、意外とレアな手法なんですけどね。いいでしょう。はい、ありましたね。この、10センチ広角砲プラス降射装置。現在22個となってますけど、実際に回収が終わってるのはまだ 7本ということで、こちらもちょっと中途半端な数しかまだ終わってないんですけど、できればこちらも、8本か。8本は用意できたらいいんだけど、でもあれだけあっただけね、対空強化されるんで、強化していきたいですね。何かとてもいい匂い。少しオリエンタルな。これは醤油が焦げる香り？真珠風秋祭り？行きます。ということでね、最初の海域はこれで終わったので、ここからは第2海域に行きます。出撃メンバーの方も編成を変えて、やっぱり従来入れなくてもいけるか。ただ水上規模感を入れないといけないから、多少ちょっと外して、維新。好評的母艦日清。追い酒の抜病じゃ。
あと空母を1人入れておきたいな。ガンビアベイ行くか。CBE73 ニューギャンビルベイ出撃します。もう怖くなんかもう怖くなんてないというね、ベイの活躍に期待して、装備させよう。はい。Admiral、Thank you so much。よし、まずフライングパンケーキ。いいですね。あとは FM2。 Not good。そして、ドーントレスの回収型。Thank you so much。あとは偵察機でいいかな。あとは左右のね。Good。いいですね。 1だからな。下のスロットが本当に頼もしいんでね。こうしとこうか。あと日清には、好評的。交流がいいかな。交流積んで。これならええ感じじゃね。装備じゃね。みなも喜ぶけ。よし。ではこれで行ってみよう。一応このね3海域攻略しないといけないんで。ロイヤルネイビー HMS ビクトリアス抜病する。招き猫さん、こんばんはにあり。招き猫さん、こんばんはです、ビクトリアススクワドロン、今日もゆっくりしていってね。さあ始めます。行きなさい。次回のイベントの時期を考えると、やっぱりまたレイテかなんてね思っちゃう。招き猫さん、あさってからイベラ式ものが始まりますね。そうですね、あさってから鎮守府秋祭りのさんま祭りがね、もう大開催されると。合わせてね、秋イベントも、同時進行ということでね、そういったこともあって、前回イベントから、メンテナンスの間隔がね、随分間あるなぁとはちょっと思ってたんですけども、まさかイベントもこんなに早く来るとはね、ちょっと予想してなかったんですよね。私個人的には12月に入ってからイベント、それじゃあ秋じゃなくて冬かもしれないけど、あんまり関係なく来るんじゃないかなって思ってたんですけど、ちょっと甘かったですね。しまった。ガンビアウェイ高速にしてなかったから戦闘一回多くなっちゃった。次は直しておこう。発艦始め。さあ始めます。でもそうなってくるとイベントが10月じゃなくて11月になりますからね。11月にあった作戦、私立の作戦で11月にあったというと、第3次ソロモン海戦はね、もうね、第1夜戦、第2夜戦と、11月12日から13日と、11月14日、ルンガ沖夜戦は、去年ね、去年っていうかね、もう先にやっちゃってるんで、これも11月30日。
あとやってないとすれば、ブーゲンビル島沖海戦。こちらが11月の1日2日。うん。これはどうなんだろうな、29番。ブーゲンビル島。お、戦闘が終わっていた。なんじゃ、わしが一番活躍したんかね。まあと、102ページか。102ページ。ビクトリアススクワドロン発艦始め。ブーゲンビル島のソロモンにおける日本軍の最終防衛拠点と等しい存在であったブーゲンビル島の飛行場を失えば遠からずラバウが無力化されトラック干渉に危機が迫る。第5戦隊による敵共闘砲への突入というこれまでになく積極的な作戦はこうした危機感から行われたものだったか。なるほど。そのため日本海軍はブーゲンビル島の一日でも長く持たせるべくこれまで温存していた決戦兵力第3艦隊と第2艦隊をも投入するのであったというね。ビクトリアススクワドロンシュートってやってみましょうか。本当はちょっとしつこいのよね。ダーウィンちゃんと見て。スクワドロンアタック。敵艦を捕捉。この海戦では米軍のね、これまでにもありましたけども、レーダー射撃がとても有効に活用されてしまって、こちらは大損害を受けたというね、戦いなようですけど、主に参加したのが、仙台、羽黒、妙高、阿賀野、新暮ですね。ここら辺が主力になって戦った戦いになりますね。私がありがとう。受け取ろう。私はビクトリアス。私はお前と対するアメリカ軍は第39任務部隊ですね。軽巡洋艦4、駆逐艦8の艦隊ですから、戦力だけで見れば、そんなに差はないんですけど、私が鳥海です。この戦いではね、米軍の艦艇を一隻も沈めることができなかったというね、非常に苦しい戦いになってたようですから。港に戻ったわ。艦載機の補充も助かる。そうか、この戦いで仙台と初風が沈んでしまってるんですね。ということで、最初の海域は無事に突破できたようなので、ちゃんと高速化もね、忘れずにします。よし、これで、ベイも高速化できましたね。
あとは招き猫さん、新兵器の威力発揮ですな。やっぱり新しい兵器というのはね、怖いですね。でもそれもきちんとね、活用してこその新兵器なので、そういったところは見習っていかないといけないなと思いますね。本当に最近レーダー射撃の海域がね、海域というかマップに出てきてないんで、そろそろまた出てくるんじゃないかと思います特攻ね。艦としてレベルアップしとこう。あくまで私の勝手な予想なのでここ外れるかもしれないんですけど、もし持ってくるとしたら、でもな、水雷戦隊が機関で戦うことになるから、後段ではないと思いますけど、前段で持ってくるのかなと、思われる感じですね。駆逐艦レーベル1マース出撃するよ。共同駆逐艦タシュケット抜病。さあ同志行こうか。ウェイアンカー USS ジョンストン出撃。ちょっとここはね、ジョンストンの力も借りていきましょう。特攻艦は誰になるのかいつもね、ヒヤヒヤものですからね。これありなの？いいわ。サックス。Who cares? いいんじゃない？よし。ではちょっとメンバーチェンジをして、柳作戦パシー海峡へ行きます。ファーストエアクラフトキャリースクワドロン HMS ビクトリアス出撃。招き猫さん、ジョンストンがカレー持ってきてくれると嬉しい。ジョンストン、カレー持ってきてくれるんですか。羨ましいですね。ぜひ食べてみたいです。カレーはビクトリアススクワドロン発艦始め。本当にね、食べたいと思った時にね、食べれるのが一番ですよね。私も一昨日カレーライス食べました。美味しかったです。日清好評敵対発艦始め。こうしようけいただきだ。ジョンストン、そうですね。私の使ってるジョンストンのサブ艦の方がね、ようやくレベルが50になって、長らくちょっと上げてなかったんですけど、やっと下位になってくれましたね。いやー、レベリングが追いつかないな。そう、私がありがとう。備蓄をすれば、レベリングができないというわけじゃないんですけどね。レベリングをすれば備蓄が減っていくというね。仕方ないね。ビクトリアススクワドロン発艦始め。さあ始めます。あと11月の作戦となると、発艦始め。さあ始めます。日清好評敵対発艦始め。こうしようけいただきだ。攻撃
標的対発艦始め。ビクトリアスクードロンシューよーけいただきじゃ。これはね、攻撃開始。1月28日から11月29日に行われた、スクワドロン空母信濃を蔵に開港せよということでね、まだ未完成だった信濃は、マリアナから飛来する、B29 の空襲にさらされないように呉への開港が決定された。戦力化した場合は世界最大の航空母艦となったわけですけども、最大速度が27ノットで低速、発艦に支障をきたした可能性も考えられます。何より信濃のような燃料を食うね、大型艦艇は仮に呉に到着しても、燃料不足で温欠に20年の7月、呉の大空襲で天城と同じようになった可能性はあるんですけど、このそう月になるとやっぱりね、ありがとう。受け取ろう。私はビクトリアス。私は思い返されてしまいますお前ね。と共に。はじめまして。利根型2番艦千曲と申します。はい。オペレーションコンプリート。港に戻ったわ。関西機の補充も、道中一戦だったので早く終わっちゃったなは。どうされますさて、か？これであと最後はお料理会か。何かとてもいい匂い。少しオリエンタルな。これは醤油が焦げる香り？真珠風秋祭り？行きます。この時の、開港する時の護衛とついたのが浜風、磯風、野日風、この3隻の駆逐艦でしたね。それでは最後の回帰に向けて準備をしましょう。了解。メディテラニアンフリートフラッグシップラッキージューベス地中海戦隊第14駆逐戦隊抜病ジェナス出撃します。そしてね、最多の任務対象海域となっている、お料理会紹介任務行ってみましょう。ファーストエアクラフトキャリースクワドロン HMS ビクトリアス出撃。各艦続きなさい。行きましょう。ビクトリアススクワドロン発艦始め。さあ始めます。行きなさい。日清好評敵対発艦始め。こうよーけいただきじゃ。攻撃開始。行きなさい。来るのかな、信濃。この時期になればね、いつも思ってしまうわけなんですけどもね。そう、私がありがとう。受け取ろう。私はビクトリアス。私はお前と共に。僕は白露型駆逐艦しぐれ。これからよろしくね。
ね、しぐれもね、まあ、第2期のアニメの主人公、しぐれ、皆さんよろしくね。まあ、後半回帰になればね、まあ、雪風も当然、まあ、主役を張れるだけのね、活躍が期待されますけど、浜風のね、磯風、この2人もね、とっても活躍した子なんで、今はまだね、1.5 階層といった状態、まあ、まだ解任になってない状態ですから、まあ、きっと、このシナノが仲間になるときには、解任になってるんじゃないかなと。まあ、そのために、今はね、準備してるんじゃないかと思いますね。さあ、戦闘に集中していきましょう。やるな、ガンビアベイマーク2。私が鳥海です。よろしくです。ね、鳥海もね、よろしくね。それでは、ね、戦闘開始。みんな頑張ってきてね。ビクトリアススクワドロン発艦始め。さあ始めます。行きなさい。ありゃ、敵艦捕捉、攻撃開始、合戦用意だ。急がんと。あー、困ります困ります。これ以上うちの子に攻撃を当ててはいけない。よーし、ナイス。行きなさい。そう、私が。ありがとう。受け取ろう。私はビクトリアス。私はお前と共に。私、妙高型従順洋艦妙高と申します。共に頑張りましょう。はい、みよこさんよろしくね。オペレーションコンプリート。港に戻ったわ。ふう。私、準備は万全よ。問題ないわ。それでは任務の方がね完了したと入電です。思われますので、はい、完了です。今だとね、こちらの航空並走資材も結構あるけど、やっぱりこっちにしとこう。そしてこれはね、熟練搭乗員さんかな。他で取る機会がねほんと少ないんで、こちらをいただきます。燃料鋼材600、新型航空並走資材、そして熟練搭乗員さんね、ゲットできました。はい、こ
これでまだ任務はね、あるんだけど、とりあえずは、今日のところはこんな感じで、攻略が完了となりました。はい、関西機の補充も助かる。はい、ということでね、今日の、多聞丸のカンコレ、多聞丸です。出撃任務ということで、今日はね、クオタリ任務の2つの作戦をやらせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。いよいよね、今週末から、サンマ祭りがね、始まります。そして来たるべき次期イベントも迫ってきておりますので、まさに嵐の前の静けさといった感じなのかなというところですけど、まあね、やっぱりこういった時期があって、そこからまたね、イベントだと入っていくと、また胃がキリキリするようなね、日々がやってくるのかなと思うと、楽しみでもあり、怖くもありますけども、早くイベント来ないかな待ち遠しいなというのが本音です。ということでね、本日も、ここまでのご視聴ありがとうございます。次回はね、10月30日の土曜日、20時からまた配信をしていきますので、それまで、しばしのお別れとなります。それではみんなお元気で、なんて言ったらちょっとあれかなそれでは、失礼いたします。皆さんお疲れ様でした。じゃあね。